発想ざっくり解説劇場です。どうなる技能実習制度。今回は3回目ですね。特定技能制度とはということでお話ししていきますけれども、今回も参考文献ありまして、こちらですね。特定技能外国人雇用準備講座というものですね。私も関わってるんですけれども、こちらはですね、受け入れ企業の担当者向けに書いたような本になりますので、ぜひですね、これちょっと関係している人なんかは参考にしていただければなと思います。で、2022年の2月に出した本になりますので、ちょっと今とですね、変わってしまっている部分なんかもあるんですが、今回の動画で補足しながらですよね、詳しい部分はこちらなんか読んでいただけると非常に参考になるのかなと思いますので、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひですね、ご興味ある方はこれクリックしていただけると幸いでございますと。はい、では、行きましょう。まずですね、特定技能制度の目的と対象業種としました。技能実習の時は、技能実習制度の目的と実態って書いたんですね。で、目的と実態違ったのでってことになるんですが、特定技能は目的と実態一致していまして、これはズバリ人材確保ですね、になりますと。で、詳しく言うと、人手不足が深刻な産業分野における人材確保みたいになりますので、誰でも彼でもどこにでも呼べますよってわけではなくて、まずはですね、人手不足が国内で解消できませんっていう分野を決めたんですよね。で、そこに呼んでこられますと。で、特定産業分野という言い方をするんですが、こんな感じでですね、当時14分野決められました。で、介護やビルクリーニングですね、製造業や建設業という形で14分野ありまして、こちらに即戦力となる人材を呼んでこられますよなんていうお話なんですね。はい、でちなみに業種は、これはもう技能実習とほとんど同じということになります。はい、ではですね、説明していくんですけれども、ちょっと用語の確認最初にしておきますと、外国人材はですね、特定技能外国人と呼ばれます。そして受け入れる企業は特定技能所属機関という名前ですね。ちょっとこちらを押さえた上で具体的にお話ししていきたいと思います。はい、まずは特定技能外国人ですね。1号の人、受け入れ機関と要件と書きましたけれども、ちょっとバランス悪いんですが、ちょっと上に足していきますと。で、特定技能1号はですね、通算5年が上限ですね。はい、で、5年間で1号という形になります。で、入国してくるときに即戦力じゃなければいけないというのがありますので、技術レベルでいうと技能検定3級レベルですね。で、さらに日本語能力水準というのがありまして、日本語能力試験でいうと N4 レベルじゃなければいけないと。合格しないといけないですね。ただ、日本語能力試験って年に2回しかないので、日本語基礎テストっていうのはこの時作りまして、それはやっぱり下から2番目ですね。A2 という合格でも満たされますという仕組みになっています。で、入国と移行って書いてあるんですが、海外で検定を受けて合格して入ってくるっていう、そういう人もいますし、または日本の国内でですよね、合格してなんていうケースもありますし、あとはですね、検定3級レベルになりますので、ちょっと上に足しますけれども、技能実習ですよね。2号終了時に3級受けますので、合格するのは前提ですから、合格すると同じ職種の特定技能に切り替わっていけますよという、そんな仕組みになってます。試験受けなくていいんですね。技能実習生として技能検定を受けて合格していれば、特定技能の試験は受けなくてもいいですって話ですね。はい、もちろん3号進んだ後でも大丈夫ですということになります。はい、で、技能実習生の場合は、特にですね、日本語能力試験というのは受けるのが義務付けられてはいないんですけれども、2号終了者であればですね、で良好に終了という言い方しますけれども、3級受かっている人であれば、日本語能力試験も試験免除で特定技能に切り替われるという、そんな仕組みになっています。でさらにですね、特定技能にも2号がありまして、下にこう書きますけれども、2号の特徴はですね、在留期間の更新、上限がないんですよね。ずっとこう更新していけますよと、続けていけると。いずれ永住者なんかも目指せるわけですけれども、無制限で更新できるというのと、あともう一点特徴はですね、家族呼んでこられるんですね。家族滞在の資格で呼んでこられますよと。ですから、在留資格の技能とかと同じような専門家扱いになるんですね。ただし、2号ですね、条件としては、技能水準が1級っていうのがありますので、検定1級レベルですね。そう簡単には取れないんですけれども、ただですね、頑張って取って切り替わった人なんかもいますので、今後は2号の人も増えていくんじゃないかなというお話ですね。で、次はですね、特定技能外国人が担当できる業務としましたけれども、これ、新聞の報道なんかだと、単純労働でいいですよみたいに書いてあったりするんですが、そういうわけじゃないんですよね。もともと3級レベルの即戦力を受け入れると。で、3級レベルの人を受け入れておいて、単純労働してもらうってわけになかなかいかないので、やっぱりそれなりの業務を用意しなければいけないかなということですよね。
で具体的には各分野で業務区分というのが決められてますので、それに該当するようなものを中心にやってくださいと。で技能実習のように育成計画みたいなのを細かく作る必要はないんですけれども、建設の分野だけは受け入れ計画というのはある程度大まかには作っておくというのがありますね。ただ育成計画自体は細かくは必要ないので、どんな業務を何ヶ月目に何十時間やってもらいますとか、そういったレベルのものは求められていないということですね。ある程度関連する業務も担当可能と書きましたけれども、幅広い仕事ですよね、担当はしてもらえるんじゃないかなということです。技能実習に比べてですね。はい、で続いて受け入れ側ですね。特定技能所属機関の要件としては、まずはですね、特定産業分野に該当しているかって話になるんですよね。でこれ該当しないと話は始まらないんです。でその上でまずは支援体制を整備と、さらには支援計画の実施と書きましたけれども、受け入れて単純に仕事してもらって給料を払いますとじゃダメなんですよね。しっかりと日本で仕事を安心して続けていけるようにとかですね、考えなければいけませんから、仕事面だけでなくて生活面なんかも面倒見なければいけないというのがありますということで、まず支援体制としては外国人労働者を受け入れた実績があるかというのが見られますね。で留学生のアルバイトとかじゃダメで、しっかりと中長期の在留者ですよね、これを受け入れた実績があるかというのがあるのと、あとはですね、母国語で相談できる体制ですよね、作れていますかっていうのがあるんですよね。結構ハードル高いと思います。でさらには支援計画ですね。こちらは仕事面だけではなくて日常生活なんかも含めてですよね。しっかりと仕事面の面談なんかもやっていくというのがありつつ、また日本語能力を高めていくとか、そういった支援もしていかなければいけないというのがありますので、これを計画をしっかり作ってさらには実施しなければいけないっていう決まりになっています。ただですね、この下の2つについては登録支援機関という人たちに外部委託するとこの要件クリアできたことになるんですよね。ですから実際はですね、一番最初の特定産業分野に該当すればあとはなんとかできるかなっていう感じです。外部委託という、お金かかったりはしますけれどもできるようになっていますと。はい、ではですね、この登録支援機関はどんな人なのかというのを見ていきたいと思いますが、こちらはですね、技能実習制度における監理団体とイメージとしては近いんですが、監理団体と大きく違う点がいくつかあるんですが、まず一つは支援は行うんですが監査は行わないんですよね。ですので監理団体の場合ですよね、実習生受け入れた後も定期的に訪問してきてくれてと、で実習生の母国語相談とかもやってくれるんですが、それだけではなくて実習計画に従ってきちんと仕事できてますかねとか、そういうのを見てくれるわけですよね。で間違ったことがあったらそこはいろいろ指導もしてくれると。でそれが登録支援機関は求められていないので監査という役割はないですね。はい、あともう一点が非営利でなければいけないというのはないんですね。監理団体は非営利の法人っていうそういった要件があるんですが、登録支援機関にはないんですよね。なので株式会社とか有限会社、合同会社とかであっても登録できるようになっています。ここがですね、登録支援機関と監理団体、大きな違いですね。で監理団体許可制でかなり厳しい要件ありますけれども、それに比べると登録支援機関は、少し要件は緩めになっているのかなという印象ですね。ここもやっぱり今後厳格化していきましょうという話はあるんですが、今のところ比較的ですよね、監理団体に比べると簡単に登録できるような仕組みになっています。はい、で最後ですね、送り出し国との関係と書きましたけれども、技能実習の場合は実習生、そして送り出し機関、監理団体、実習実施者という関係性を作っていくってありましたが、特定技能の場合ですね、送り出し機関というのは必ずしも必要じゃないっていうのがあるんですね。ただし国によっては送り出し機関の関与が必須になっています。ベトナムとかフィリピン、ミャンマーですかね。実習生じゃなくて特定技能の外国人が多い国でいうとベトナム、フィリピン、ミャンマーあたりは送り出し機関の関与が必須になってますね。で送り出し国、そもそもどんなところがあるかというと、これ技能実習とやっぱり重なってますね。東南アジアの国々を中心に呼んでくるような仕組みなので、実習生の人数、実習生じゃなくて特定技能外国人ですね、人数が多い順でいうとベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、中国みたいな感じになっています。この辺はですね、技能実習とほぼ同じですよね、順位としても。大体やはり同じ国からたくさん人が来ていますよということになるんですね。ではですね、最後に制度開始から5年間の動きということで、どんな風に変わってきたか、2019年の4月からスタートしたんですが、どう変わってきたのかとかを中心に見ていきたいと思います。ちなみに2019年の4月から特定技能制度受け入れ始まりまして、4月は0人だったんですけれども、その後5年間ですね、2024年の3月までで特定技能の在留資格で在留する人ですよね
23万人超えたところですね。で最初はですね、もう全然うまくいかなかったんですよね。制度は始まったんですが、試験がまだ用意できていませんとかあって、で2019年の間は本当に人数少なかったと。で2020年からですよね、年が明けたら本格的にスタートするかなと言われていたんですが、コロナ禍が始まってしまってちょっと停滞していた時期があったんですけれども、技能実習から転換していくっていう人たちですね。今でもそれは7割ぐらい占めてると言われるんですが、この技能実習から切り替わっていく人、そして特定技能として外国から新規で受け入れする人なんかも含めて23万人まではいったっていうところですね。で途中でですね、2号対象分野の拡大と書きましたけれども、最初はですね、制度が始まった頃は建設と造船舶用っていう分野でしかですね、2号っていうのは想定されてなかったんですけれども、それがだんだん変わってきて、去年ですけれども、昨年ですけれども、特定技能2号、大体いけるようになりましたよと、ほとんどいけるようになりましたと。で、介護の分野に関しては、介護は在留資格の介護っていうのがありますので、そちらに移行すれば、介護福祉士の登録して、そちらに移行すると、もう専門家扱いでずっと日本にいられますよと。で家族も呼んでこられますよってなりますので、介護に関しては2号はないっていうのがあるんですが、他の分野では2号の受け入れできるようになりましたよと。さらに、これ本当直近ですけれども、3月の終わりにまたですね、特定産業分野追加されたのと、あと業務区分の見直しっていうのも、これも前からちょこちょこされているんですけども、これがあって、で、特定産業分野はですね、自動車の運送とかですよね、そういうところも追加されています。で業務区分は、建設業なんかもですね、何回か改正されてかなり大きく変わってきたんですよね。で製造業なんかも大きく変わって、直近の見直しで、技能実習のですね、繊維衣服という分野ですね、縫製業なんかも特定技能の対象になったというのがありますから、この特に3番目の変更ですかね、ここはですね、技能実習制度と合わせていくような面がちょっとあるんですよね。技能実習制度との整合性を図っていくのはまた別にやっていくとは言われてるんですが、この改正によってかなり業種はですね、ほとんど一緒にはなりました。なんですけれども、ただですね、技能実習と特定技能が業種はほぼ一致しましたよと言われてもですね、目的がそもそも違うんですよね。で国際協力と人材確保、全然違う目的でやっていますので、木に竹をついてるような、そういう状態になりますから、なかなか一本化が難しかったっていうのがありまして、でこれはですね、もう制度が始まった時から、特定技能が始まった頃からなんですけれども、技能実習制度と一本化していくっていう話がですね、あったんですよね。そういった意見があったので、これを一昨年ぐらいからですかね、2022年ぐらいからいろいろ動きがありまして、で最終的には育成就労というですね、技能実習を新しい資格に切り替えて、で目的も人材確保で一致させて一本化してやっていきますよという話になったんですね。でこの育成就労についてはですね、次回詳しくお話ししていきますので、今回は特定技能ですよね、こちらの在留資格についてお話をさせていただきました。ということで、今回のお話もですね、参考になったなとありましたら、ぜひ高評価ボタンですね、押していただけると幸いでございます。ということで、今回も最後までお付き合いくださいまして、誠にありがとうございます。